18世紀後半のフランス王政揺らぐ時代に生を受けた人物がいます。エリザベート・フィリッピーヌ、フランス王太子ルイ16世の父の娘として王政と革命との狭間で生涯を送った姫。彼女は宮廷の洗練された儀礼と家族の栄光という枠組みの中にありながら、最終的には恐怖政治の時代に処刑されるという運命をたどります。その生涯は王権、宗教、革命倫理、忠誠と犠牲というテーマを重層的に問いかけます。彼女の選択としは、王室とは何か、個人の義務道徳とは何かを我々に考えさせる鏡となっているのです。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、王女としての誕生と家族を失う幼年期。1764年5月3日、ベルサイユ宮殿に一人の王女が誕生した。彼女の名はエリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランス。フランス王ルイ15世の孫であるルイ王太子とザクセン選定公家出身の王太子妃マリー・ジョゼファの末娘であった。この誕生はブルボン王朝の血筋に連なる新たな王女の誕生として宮廷に華やかな期待をもたらしたが、その後の彼女の幼年期は相次ぐ家族の死によって彩られることとなる。エリザベートがわずか3歳の時、母マリー・ジョゼファが死去し、さらにその翌年には父ルイ王太子も病死した。結果として彼女は幼くして両親を失い、祖父ルイ15世の宮廷で育てられることになった。このような孤児的境遇は当時の王家においては珍しくなかったが、それでも一人の子女の人格形成に与える影響は決して小さくない。事実、彼女はこの早すぎる喪失を通じて家族への強い忠誠心と宗教的信仰を中心とした人格を形成していくことになる。制度的にはフランス王家において王女は特権と義務を併せ持つ存在だった。彼女は正式な王女として王宮内でメゾンドラレーヌ、王妃の家政の一角に属し、専任の教育係や侍女によって育成された。教育内容は伝統的な宗教教育を軸に、文学、礼法、宗教儀式の手続き、王家の歴史などを含む多岐にわたるもので、王政下の貴族女性としてふさわしい素養を備えることが期待されていた。この育成の過程で、彼女は兄弟の中でも特にルイ王オギュスト、後のルイ16世と深い絆を結ぶ。姉クロティルドとは後に結婚によって離別するが、兄との関係は一貫して強く、彼女の政治的宗教的選択にも大きな影響を与えることとなる。王政の制度構造においては、王の兄弟が王室の宗教的正当性や道徳的権威の一端を担う存在として意識されていたが、エリザベートはその象徴的役割を強く内面化し始めていた。周辺諸国との関係において、彼女の出自はハプスブルク家やザクセン家といった他の欧州王家と深く結びついており、彼女自身が将来的に婚姻による外交カードとなる可能性は当初から視野に入れられていた。ただし、この時点ではまだ婚姻政策が具体化する段階には至っておらず、むしろ幼少期の教育と信仰形成に重点が置かれていた。当時のフランス社会は、啓蒙思想の広がりとともに王政への懐疑が高まりつつある状況にあった。とはいえ、1770年代初頭の時点ではまだ絶対王政が表面的には安定を保っており、王族の子女に対する民衆の関心は限定的だった。エリザベートの存在も多くの民衆にとっては遠い存在であり、むしろ宮廷内の出来事として認識されていた。ただし、王家の道徳的権威が少しずつ問われ始めていた時代背景を考えると、エリザベートの生き方が後に象徴的意味を持つことになる方がはすでに見られる。関係者間の評価としては、エリザベートは幼少期から慎み深さと聡明さを兼ね備えた王女として、宮廷内で高い評価を受けていた。特に教育係であるアデルドル・サンブール女子は、彼女の宗教的感性と人間的誠実さに注目していた。また、ルイ15世自身も孫娘として彼女を可愛がり、将来的な政略結婚に向けての準備を怠らなかったという記録も残されている。現代研究では、この幼少期のエリザベートの育成環境と心理形成が、後の革命期における彼女の態度や選択に大きな影響を与えたとする分析が主流となっている。すなわち、
信仰と家族忠誠への強い意識、慎み深い生活態度、そして公的義務に対する献身といった要素は、彼女の宮廷生活における基礎的価値観として定着していたのである。第2章、未婚の王女としての選択と宗教的献身。1774年、祖父ルイ15世の死去により、兄ルイ・オーギュストがルイ16世として即位した。この時、エリザベートは10歳。親王の妹という立場は、宮廷内での存在感を一段と増すこととなる。以降、エリザベートはマダム・エリザベートとして知られるようになり、ベルサイユ宮廷において特異な地位を築いていく。その中心にあったのは、結婚を拒否し王宮にとどまり続けたという極めて異例の選択だった。この時代の王女にとって婚姻は個人の意思というより国家の外交政策の一部とみなされるのが常であった。ハプスブルク家、サボイア家、あるいはスペイン・ブルボン家との縁組がたびたび取り沙汰されたが、エリザベートは一貫して結婚を拒否する姿勢を貫いた。理由については様々な説があるが、最も広く支持されているのは、彼女が深い信仰心から神に身を捧げた存在として修道的な生活を志向していたという見方である。当時の慣習から言えば、未婚である王女が宮廷にとどまり続けることは異例だった。通常、王女は修道院に入るか、あるいは政略結婚により国外へ嫁ぐのが通例であった。しかしエリザベートは、ベルサイユに自らの館、モンドラゴン館を構え、そこを拠点にして静かな生活を送り続けた。形式的には王女の権利を保持しつつ、実質的には宮廷内の修道者として自己規律的な生活を送るこのあり方は、ブルボン王家の歴史でも特異な事例として知られている。制度面から見ると、これは王権構造の柔軟性を示す一例でもあった。エリザベートは王女としての年金と地位を保持したまま、宗教的献身を公に表明することが許されていた。ルイ16世がこれを容認した背景には、彼女への深い信頼と王家の道徳的象徴としての価値を見出していたことが挙げられる。実際、王妃マリー・アントワネットとの関係は複雑でありながらも、王政の道徳的支柱としてエリザベートの存在は宮廷内で静かな影響力を持ち続けた。その一方で、フランス社会の構造は急速に変化していた。啓蒙思想が都市部の知識層や一部の貴族階層に浸透し、宗教的権威や王権真珠説への懐疑が公然と語られるようになる。こうした風潮の中で、王族が信仰と忠誠を強調する姿勢は、保守的時代錯誤とみなされることもあった。特に、パリやリヨンなど都市部では、宮廷の財政浪費や無意な宗教性への批判が高まり、エリザベートのような存在は旧体制の象徴として次第に距離を置かれるようになっていく。だが一方で、地方の信仰共同体や敬虔なカトリック信者たちの間では、彼女の生活態度が大きな共感を呼んでいた。サンシュルピス派やイエズス会系の修道士たちは、彼女の生活を模範的カトリック女性の生き方として評価し、非公式ながらも彼女に霊的指導を仰いだ記録すら存在する。こうした民間信仰との接点は、後の革命期において、彼女が王家の聖人として民衆の一部に支持される土壌を形作った。関係者の間では、エリザベートの未婚の選択は、当初こそ議論を呼んだものの、次第にその王家への忠誠、個人の信念、敬虔な生き方として理解されるようになっていく。特に兄ルイ16世にとっては、彼女の存在が精神的支えであったことは、多くの書簡や証言によって裏付けられている。また、マリー・アントワネットも当初はエリザベートの影響力を警戒していたが、次第に宗教的な誠実さと王家への忠誠に感銘を受け、最終的には信頼関係を築いたとされる。近年の資料解釈では、この時期のエリザベートの選択が、女性の主体性という観点からも注目されている。18世紀フランスにおいて、王女が国家戦略から自らを解放し、自律的に生きることは極めて稀な事例であり、彼女の選択は単なる宗教的自己犠牲ではなく、制度の中で自らの役割を再定義した女性として再評価されている。フェミニズム史学の立場からも、彼女の生き方は旧体制下の女性主体性の表現型として取り上げられるようになった。第3章、革命の衝撃とチュイルリー宮への移送。
1789年、フランス革命が勃発する。この年の5月、三部会の召集から始まり、7月14日のバスティーユ襲撃を経て、王権の絶対性が根底から揺らぎ始めた。民衆は飢餓と課税への怒りを爆発させ、啓蒙思想を背景に人民主権の理念が公然と語られるようになる。エリザベートにとってこの年はそれまでの静謐な宗教生活が一転し、革命という外圧のただ中にある王族という現実にさらされた転換点であった。10月、ベルサイユに押し寄せた数千人の女性たちによるベルサイユ行進によって王と王妃、そして王族たちはパリへと強制移送される。この時、マダム・エリザベートも王家の一員として同行し、チュイルリー宮殿へと移された。これ以降、彼女の生活は王女としての格式から革命政権の監視下にある一人の王族へと変質することになる。この出来事の背景には、王政に対する都市民衆の深い不信と穀物価格の高騰による社会不安があった。ベルサイユ宮廷は浪費の象徴として民衆の怒りの的となり、特にマリー・アントワネットに対する攻撃は激しさを増していた。制度的にもこの移送は王権の象徴的降格を意味し、王族がパリ市民の目の届く場所に置かれることで革命政権の影響力が可視化される結果となった。エリザベートはこの時期、いかなる抵抗も示さず静かに従う姿勢を取り続けた。これは決して無関心の表れではなく、王家の道徳的正当性を保持するための慎重な態度と見るべきだろう。王宮での生活に代わって始まった監視付きの生活においても、彼女は日々の祈りを欠かさず、革命に敵対する言動を避けつつ、家族を精神的に支える存在となっていった。民衆の反応は二極化していた。一部の敬虔なカトリック市民や地方の王党派からは、エリザベートの落ち着いた振る舞いや信仰が称賛され、王家の中で最も品位を保っている人物として評価されていた。一方で、パリの革命支持派やパンフレット作家たちの間では、彼女もまた腐敗した旧体制の一員として攻撃の対象となった。特に反強権的な革命ジャーナルでは、彼女の宗教性が時代錯誤的で危険な信仰として揶揄されることもあった。周辺諸国との関係においては、この時期、フランス王室の安全が国際的な懸案事項となりつつあった。オーストリア皇帝レオポルト2世、マリー・アントワネットの兄やプロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム2世は、フランス王家への援助を検討し始め、後のピルニッツ宣言へとつながっていく。こうした外交的動きの中で、エリザベート個人の婚姻外交的価値はすでに失われていたが、王家の道徳的象徴としての存在感は無視できないものとなっていた。チュイルリー宮での生活は、形式的には王族としての生活の延長だったが、実際には監視下にある一種の名誉公金とも呼ぶべき状況であった。外出は制限され、帝臣の出入りも厳しく制限された。王妃や子供たちと共に暮らす中で、エリザベートは日々の祈祷と内省を深めていったという。制度的には、旧来の王族特権が徐々に剥奪されていく中で、彼女の宗教的実践や王家への忠誠は、あくまで個人の内面領域に押し込められていったのである。関係者の証言によれば、ルイ16世はこの期間、妹エリザベートの精神的強さに何度も助けられたと語っている。王妃マリー・アントワネットとの関係も、この時期を通じて次第には快と共感へと変化していった。最初は王妃の華やかさに批判的だったエリザベートも、次第に彼女の母性と耐える力に敬意を抱くようになり、3人の間には静かな連帯感が生まれていった。歴史学では再評価が進みつつあるこの時期の彼女の行動について、近年では受動的な王族像からの脱却が試みられている。すなわち、単に運命に従った存在ではなく、信仰と忠誠によって自己の位置を定義し直した主体として、彼女の態度が捉えられているのである。革命という巨大な構造の中で、個人としての選択がいかに制限されながらも、確固たる倫理性を持ち得たのか。マダム・エリザベートの姿勢は、まさにその問いを我々に突きつけている。第4章、バレンヌ事件と民衆の断絶。1791年6月20日深夜、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットは、子供たちと共にチュイルリー宮殿を脱出し、
パリを離れて東方のモンメディ要塞を目指した、いわゆるバレンヌ事件である。この逃走計画にはおうまいであるエリザベートも加わる計画だったが、最終的に彼女は同行しなかった。理由には諸説あるが、出発の困難や移送手段の制限、また彼女自身が王政の象徴としてパリにとどまることに意義を見出した可能性も指摘されている。逃走はわずか1日で失敗に終わり、王家はバレンヌで発見、拘束されパリへと連れ戻される。この瞬間、王政と民衆の間にあった最後の信頼の糸が決定的に断たれることとなった。パリに帰還した王家はもはや単なる国民の第一奉仕者としてではなく、人民に背いた裏切り者としての烙印を押される。そしてこの失敗の余波はチュイルリーに残っていたエリザベートの立場にも深刻な影響を及ぼした。制度的に見てもこの事件以降、憲法草案をめぐる議論は加速し、王権の縮小が決定的となる。1791年9月、フランス憲法が制定され、立憲君主制が宣言されるが、その実態はすでに王の監視と制限を前提としたものだった。おうまいであるエリザベートの地位も公的人物から潜在的な反革命分子としての見方に変化し始める。革命政府の内部にはすでに王族の完全排除あるいは亡命の干渉といった過激な意見も現れ始めていた。この背景にはフランスの急進化する政治状況がある。ジロンド派、ジャコバン派といった勢力が台頭し、民衆動員とともに政治的順化が進められていた。新聞やパンフレットでは王族の女たちが反革命の巣窟であるかのように描かれ、エリザベートもその一角に位置づけられた。彼女の宗教的生活は啓蒙派や反強権主義者からは時代錯誤、反美性の象徴とされ、激しい中傷の対象となる。バレンヌ闘争の主導者として彼女の名が取り沙汰されることもあったが、実際には彼女が直接計画に関与した証拠はない。一方で地方や農村部では依然として王党派的な感情が根強く残っており、特に敬虔なカトリック地域ではエリザベートの忠誠と信仰は聖女的な感情を持って受け止められていた。彼女に送られた手紙の中には、フランスの魂を守る方、民衆の良心の最後の夜べといった言葉が記されており、信仰共同体の間での彼女の象徴的地位がいかに高まっていたかを物語る。国際的な文脈でも王家の脱出失敗は周辺諸国に衝撃を与えた。オーストリア皇帝レオポルト2世とプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム2世は、フランス国内の王族の安全確保を名目に軍事介入を検討し、1791年8月のピルニッツ宣言へと至る。こうした動きは革命政府を一層過敏にさせ、国内に潜在する敵王族への警戒感が加速度的に高まっていった。宮廷内ではルイ16世と王妃の精神的な疲労が明らかになっており、エリザベートはその両者を支える数少ない安定的存在であり続けた。日々の祈り、教育係として王子ルイ・シャルル、後のルイ17世への精神的支え、王妃との信頼の対話。チュイルリーの王族たちはもはや支配者ではなく監視される家族という形式の中で緩やかに時を刻んでいた。宮廷外においては革命の熱狂と暴力が急速に高まっていく。1792年8月10日のチュイルリー宮襲撃事件はその象徴であり、国民衛兵とサンキュロットが宮殿を襲撃し、スイス衛兵と激突。王家は再び監禁され、正式に王権停止が宣言される。エリザベートもまたこの時から実質的な囚人としての生活を余儀なくされる。近年の歴史研究ではバレンヌ事件後のエリザベートの在り方が単なる受け身の王族ではなく、象徴として絶えることに政治的宗教的意味を見出していたと解釈されつつある。彼女は表立った政治活動を避けつつも、その沈黙と誠実さをもって王政擁護の精神的核として機能していた。これは沈黙する忠誠という概念に通じるものであり、革命期の声を上げない主体の再評価とともに新たな理解の枠組みを提供している。第5章、タンプル島の監禁と最後の家族。1792年8月10日、チュイルリー宮殿襲撃を経て王政は事実上崩壊し、王族たちはすぐさまパリ市内のタンプル島に移送された。
ここはかつてテンプル騎士団の砦であり、今やフランス革命政府の監視下にある国家の敵を収容する場所となっていた。この塔がエリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランスにとって最後の居住地となる。ここで彼女は兄ルイ16世、王妃マリー・アントワネット、甥ルイ・シャルル、後のルイ17世、メーマリー・テレーズと共に収監された。いわば最後の王家がこの塔に結集したのである。制度的に見てもこの収監は単なる監視措置ではなかった。1792年9月に王政廃止が正式に決議されると、ルイカペ国王としてではなく一市民としての呼称としての裁判準備が進められ、王家の地位は旧支配階級の象徴から人民の敵へと定義し直された。エリザベートは正式な告発を受けたわけではなかったが、王家に属するという事実だけでその存在が反革命の温床とみなされるようになる。彼女の島内での生活は極めて質素であった。革命政府は必要最低限の衣食住を提供したが、それ以上の私物持ち込みは厳しく制限されていた。エリザベートは持参した数冊の祈祷書とロザリオのみを日々の拠り所とし、他の家族と共に簡素な祈りの生活を続けた。とりわけ甥ルイ・シャルルの世話に力を尽くし、王の血統を継ぐ少年の心を少しでも穏やかに保とうとした姿が後世の資料にも記録されている。当時の民衆感情は二極化していた。パリのサンキュロット層や急進派市民の間では王族に対する敵意が頂点に達し、王の血を根絶やしにせよという過激な言説が広まっていた。一方で地方のカトリック共同体や王党派残党の中にはエリザベートの収容生活に同情と敬意を寄せる者も多く、密かに彼女の解放や亡命を支援しようとする試みが存在した。ただし革命政府の監視体制と密告文化が強化される中で、そうした運動はことごとく未遂に終わっている。周辺諸国においてはすでに第1回対仏大同盟が結成されつつあり、オーストリアやプロイセンを中心とする君主国がフランス革命に警戒を強めていた。だがこの時点でエリザベート個人の解放が交渉の対象となることはなかった。国際外交において彼女の存在はすでに交渉材料としての価値を失い、むしろ革命政府にとっては人質として利用可能な内部資産として扱われていた。家族との関係性はこの塔の中で一層緊密なものとなっていく。とりわけルイ16世の精神的崩壊が進む中で、エリザベートは静かな支柱となり、祈りと日常の秩序を守ることに心血を注いだ。王妃アントワネットとの関係も過去の確執を乗り越えた穏やかな信頼関係へと変化し、王家の母としてのアントワネット、信仰の姉としてのエリザベートという役割分担が見られるようになった。だが1793年1月、ルイ16世はついに処刑される。革命裁判によって国家の裏切り者と断罪され、断頭台の露と消えたこの事件は王家の精神的支柱を決定的に失わせた。特にエリザベートにとって兄の死は信仰的人格的な喪失として深く刻まれた。以降彼女は地上における使命は兄と共に終わったと周囲に語ったとされ、死に向かう準備を静かに整え始める。この時期彼女に対する評価は二分している。革命政府内部では彼女が王党派と結びついているとの疑いが持たれ、隠れた反革命の女王としての危険視が高まった。一方で王党派や新興共同体の記憶においては、彼女は殉教者の準備を整える聖女的存在として神格化される兆しを見せていた。この両極の評価が彼女の死後に展開される神話と記憶の枠組みを形作ることとなる。現代史学においてはこの塔の中のエリザベートが新たに注目されている。とりわけ極限状況において個人がどのように信仰と倫理を維持しようとしたかという点で、彼女の存在は革命の中の宗教的人間の典型として再解釈されつつある。マリア・テレジア的な政治的女傑でも、ジャンヌ・ダルク的な戦闘的殉教者でもない。沈黙と献身による抵抗の象徴。そこに近年の研究者たちは彼女の倫理的革新を見出している。第6章、革命裁判と断頭台への道。1793年に入り、フランス革命はその最も過激な局面、いわゆる恐怖政治へと突入する。ジロンド派に代わってジャコバン派が政権を掌握し、
ロベスピエールらによって設けられた革命裁判所は性的や応答派、そして思想的敵対者を次々と処刑に追い込んでいった。こうした環境の中でおうまいエリザベートもまた反革命の象徴として告発され、処刑の対象に組み込まれていく。1794年5月、エリザベートは革命裁判所に召喚される。その時点で彼女はすでに当の生活において兄ルイ16世、王妃マリー・アントワネット、義妹マダム・ランバルを失い、メーマリー・テレーズと共に孤立無縁の状態にあった。王政は完全に消滅し、共和国政府は旧制度の痕跡を徹底的に一掃しようとしていた。制度的に見ても、革命裁判所はもはや法と証拠に基づく審理の場ではなく、政治的処刑の装置へと変質していた。エリザベートに対する告発は、具体的な犯罪というより王家に生まれ、王政を支持し、反革命分子と通じていたという抽象的なものであった。彼女の宗教活動、王家への忠誠、党内での祈りの生活は、革命派からすれば反啓蒙、反共和国、反理性の象徴であり、共和国の理念にとって容認できない存在とみなされた。証言はほとんどが憶測や伝聞に基づくものであり、弁護の余地は極めて限られていた。この裁判の過程で注目されるのは、エリザベート自身が一切の弁明を拒否し、黙して革命政府の裁定を受け入れたという事実である。彼女は自身の生涯と信仰を否定することなく、むしろ死を通じて王家への忠誠と神への帰依を完成させる覚悟を示した。この姿勢は、同時代の記録にも強い印象を与え、後に殉教的沈黙として記憶されることとなる。5月10日、エリザベートは24名の反革命分子と共に死刑判決を受け、同日中にコンコルド広場、当時は革命広場と改称で断頭台にかけられた。彼女は最後尾に並ぶことを選び、他の女性たちを先に行かせ、自らは最後に斬首されることとなったという逸話が残っている。その態度は多くの目撃者に穏やかで威厳があったと記録され、革命政府にすら一時的な畏敬の感情を呼び起こしたとされる。処刑当日の民衆感情は複雑だった。恐怖政治による処刑が日常化していたとはいえ、王家の女性、しかも政治的発言をほとんど行わなかったおうまいの処刑には、明確な正当性を見出せないものも多かった。特にパリ郊外のカトリック層や保守的な都市民の間では、エリザベートの死に対して静かな哀悼が捧げられた。花を持って処刑台の跡地に立ち寄る女性たちの姿が記録に残るなど、彼女の死は単なる政治的処刑を超えた象徴的意味を持ち始める。周辺諸国においても、この処刑は大きな反響を呼んだ。オーストリア、ナポリ、ロシアなどの王侯貴族の間では、革命が女性と信仰をも破壊したことへの恐怖と憤りが広がり、対仏感情を硬化させる一因となった。ローマ教皇庁も非公式にエリザベートの死に追悼の意を示し、後年には列腹を検討する声も上がることとなる。宮廷内での彼女の最後の評価については、特にメーマリー・テレーズの証言が重要である。後に亡命先で記した回想録の中で、エリザベートの穏やかさ、信仰、そして最後まで家族を守ろうとした姿勢が語られており、王政復古期以降のエリザベート像形成に大きな影響を与えることとなった。近年の歴史学では、エリザベートの処刑が持つ象徴性が再評価されている。彼女は政治的発言も権力も持たない存在でありながら、その生と死を通じて信仰とは何か、忠誠とはどこまで許されるか、国家における道徳とは何かという根源的な問いを投げかけた。恐怖政治という極端な時代において、彼女の無言の抵抗は、むしろ共和国の理念の限界を照射する鏡として機能していたのである。第7章、死後の記憶と王家の聖女像。1794年5月10日、断頭台で命を絶たれたエリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランスは、その生涯の幕を静かに閉じた。政治的野心を抱かず、武力にも訴えず、ただ信仰と忠誠を胸に生き抜いた一人の王族。その死は、革命政府の暴力的な正義の限界をあらわにする出来事として、直ちに国内外で強い反響を呼ぶこととなる。恐怖政治が収束へ向かう契機となったのは、皮肉にもそのわずか3ヶ月後のテルミドール9日、1794年7月27日であった。
ロベスピエールが失脚、処刑されると、急進的な粛清は収束し、ジャコバン派の残した法と正義の名による暴力への反省が社会全体に広がった。その過程で、エリザベートの死もまた不必要で不条理な犠牲として記憶されるようになり、彼女の生き様と最後は非政治的な殉教者としての再評価の対象となっていく。王政復古1814年以降、ブルボン王家にとってエリザベートは清らかなる犠牲者、王家の魂の象徴となった。ルイ18世やシャルル10世は彼女の名誉回復に努め、彼女の遺体を他の王族と共にサンドニ大聖堂に再埋葬させる計画を進めた。同時に王党派の中では王家に準じた聖女として彼女を称える電気足が相次いで刊行され、民間信仰の対象として祈りの対象にもなっていく。制度的にはカトリック教会によって彼女の列覆が検討される段階に進む。19世紀には司教会議で彼女の生涯が調査され、特にその信仰の強さと道徳的純潔、死に至るまでの沈黙と献身が信仰者の模範として評価された。結果として1947年に教皇ピウス12世はエリザベートの列覆調査を正式に開始し、現在も列聖に向けた審議は継続している。一方で近代以降の歴史学はこうした神格化の文脈から距離を取りつつ、より冷静に彼女の歴史的位置づけを試みてきた。20世紀後半以降の研究では、エリザベートは政治の蚊帳の外にいた王族ではなく、制度の変革に無抵抗でありながら信仰という領域で共和国に対峙した存在として理解されている。つまり彼女は剣や言葉で革命に抗うことなく、静筆な信念と沈黙の倫理をもって革命の理念の外部に存在したもう一つの抵抗を体現したのである。またフェミニズム史や宗教史の視点からもエリザベートの存在は再評価が進む。近年では制度的に位置づけられた王女という枠を超え、国家と宗教の狭間で主体性を確立した女性としてその生き方の再読が進められている。未婚を貫き修道生活に近い私的信仰を実践し、しかも王家の一員としての責任を最後まで果たした彼女は、旧体制下における女性の自己決定の限界と可能性を示す存在とみなされている。国民国家形成期のフランスにおいて記憶されるべき史は政治的正当性と密接に結びついていた。エリザベートの死もまた王政、共和国、カトリック教会という3つの権威がそれぞれの立場から意味づけようとした対象であり、その象徴性のゆえに彼女は言葉を持たなかった王族でありながら長く語られ続けることとなった。現代においてもエリザベートの名は静かに記憶され続けている。パリ近郊のサンカンタン・アン・イブリーヌには彼女にちなんで命名された修道院、マドモワゼル・エリザベート修道院が現存し、彼女の肖像画や祈祷書も複数の博物館で保存されている。またカトリック系の女性教育機関では彼女の生涯を教材とすることもある。これは彼女の沈黙する信仰が今なお倫理と宗教の境界における普遍的な問いを含んでいることを示している。今回の動画は以上となります。エリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランスは王権が崩壊し、宗教と国家の関係が激変する時代に生まれ、革命という巨大な構造変動の中でその静かな信仰と沈黙によって一つの道徳的対峙を示しました。彼女は政治的には無力であったかもしれません。しかしその無力の倫理性がかえって革命政府の暴力を映し出し、正義とは何か、国家とは何を根拠に人を裁くのかといった問いを現在にまで引き継いでいます。彼女の死が意味したもの、それは王政の終焉でも共和国の勝利でもなく、むしろ制度の枠を超えたこの尊厳そのものでした。信仰、忠誠、沈黙の中に潜む抵抗のあり方をエリザベートの生涯を通して見つめ直すことは、現代の私たちにとってもなお重要な示唆を与えてくれるでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。